皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。今回は株式会社ヨドコウ証券コード5451の現場点検にやってきました。ヨドコウといえば3月頭に好材料が連発して株価が急騰したものの、3月末の権利落ちでドスンと急落しましたね。しかしなんと予想配当利回りは驚異の 6.33%。 しかも会社は強烈な自社株買いや大幅な増配を発表しており、株主還元への熱意がビンビン伝わってきます。果たしてこの急落は買いのチャンスなのか、それとも危険な罠なのか、現場の視点で隅々まで徹底的に点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検ののんびり点検シートです。点検項目と判定を読み上げます。項目1、配当利回り基準 3.0% 以上に対し 6.33% で合格。項目2、 ROE 基準 10.0 以上に対し 7.0% で不合格。項目3、自己資本比率基準 50.0% 以上に対し 75.3% で合格。項目4、配当成功基準 50.0 以下に対し2025年3月期実績で 75.2% となり不合格。補足として、鉄壁の財務、超積極的な還元方針により特別合格となります。配当利回りは私の基準をダブルスコアでクリアする 6.33% で文句なしの合格です。一方で会社の稼ぐ上手さを示す ROE は 7.0%、 そして利益のうちどれだけ配当に回すかを示す配当成功は 75.2% と、数字だけ見ると不合格が点灯しています。ですがここは心配無用です。ヨドコウは今意図的に配当成功を 75% 以上まで引き上げて全力で株主に利益を還元している真っ最中なんです。そして会社の貯金箱の強さを示す自己資本比率は 75.3% と圧倒的な合格ライン。つまり極めて体力のあるマッチョな会社が本気で還元を頑張っている特別合格の状態と判定できますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱についてです。ヨドコウがどこでどうやって稼いでいるのか、事業の柱を点検しましょう。最新の2026年3月31日第3四半期実績から計算した売上構成比はこのようになっています。後半関連事業約1410億円で 94.6%、 不動産その他事業約33億円で 2.2%、 ロール事業約24億円で 1.6%、 グレーチング事業約21億円で 1.4%。 ご覧の通り稼ぎの 94% 以上を叩き出している大黒柱は鋼板関連事業です。ヨドコウは独立系の鉄鋼メーカーとしてカラー鋼板などの素材作りから皆さんもよくご存知のヨドモノキのような完成品までを一つの会社で一貫して作れる強みを持っています。ただ鉄を作るだけでなく、独自の塗装技術で価値を高め、最後まで自分たちで売り切れるブランド力、これがどんな悪天候の現場でも安定して稼げる最大の武器なんです。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。さてここからは過去5年間の業績の軌跡、会社の稼ぎのトレンドを振り返ります。グラフの推移を見ると全体の形としては非常に頼もしい動きをしています。建設資材の高騰や人手不足といった強烈な逆風が吹く中でも、売上は2000億円規模という高い足場をしっかりとキープし続け、利益も大崩れせずに底堅く推移しています。どんな悪天候の現場でもしっかりとヘルメットの紐を締めて安定した利益を出し続ける、まさに熟練の現場監督のような頼もしさがありますね。続いて財務の深掘り点検です。細かい数字がたくさんありますが、見るべきポイントは3つだけです。まず1つ目、手元にある現金の多さですが、なんと約602億円もの現金預金を抱えています。2つ目、銀行からの借金である短期借入金はたったの約3億円しかありません。
手持ちの現金で借金を一瞬で全額返せてしまう極めて健康的な実質無借金経営です。そして3つ目、絶対に返さなくていい自分のお金の割合である自己資本比率は 75.3% に達しています。建物の基礎に例えるなら、鉄筋が何重にも張り巡らされた分厚いコンクリートの土台です。倒産のリスクは限りなくゼロに近い鉄壁の健康状態と言えますね。次は還元姿勢の点検、配当と配当成功についてです。過去5年間の配当の推移を見ると、信じられないような右肩上がりを見せています。2021年3月期は分割前換算で102円でしたが、2025年3月期には351円まで成長しました。そして今期2026年3月期は分割後の株数で89円、つまり分割前の株数に換算するとなんと445円もの配当を予想しています。会社は新しい中期経営計画の中で年間配当金1株当たり40円以上を維持し、連結配当成功 75% 以上を実施するというとんでもなく強気なルールを打ち出しています。稼いだ利益の4分の3を株主にプレゼントしてくれるわけですから、この太っ腹な還元姿勢は本物ですね。それでは直近決算と将来目標について点検しましょう。今回関連会社である株式会社佐渡島の株式を売却したことなどに伴い、グループ全体連結の最終的な利益予想が従来の115億円から170億円へと一気に55億円も上方修正されました。つまり今期の高い配当はこの一時的なボーナス利益の押し上げ効果が大きいんです。会社は配当成功 75% 以上をルールにしているため、この特別ボーナスがなくなる時期以降は基準となる利益が下がり、89円からは大幅な減配となる可能性が極めて高い状態です。しかし未来への種まきも忘れていません。10年後の2035年に向けた長期ビジョンでは、売上高3000億円、営業利益230億円という今の倍近い目標を掲げ、 M&A などにも約400億円を投資する計画を立てています。最後にチャートと需給の点検です。株価は好材料の発表を受けて一時1660円まで急騰しましたが、3月末の権利落ちの影響で現在は1400円付近まで急落しています。ここで注目したいのが信用倍率です。借金をして株を買っている人が約36万株なのに対し、株価が下がる方にかけて空売りをしている人が約 144.5 万株もいます。信用倍率はなんと 0.25 倍です。空売りが圧倒的に多いということは、将来彼らが買い戻さなければならない買いのエネルギーが大量に溜まっているということ。需給面は非常に軽く、株価が反発しやすい状態にあります。それでは結論、のんびりの判定です。本日の総評です。時期の減配リスクが高いにもかかわらず、のんびりの判定は打診買いのチャンスありです。その理由は次の強固な安全網と期待材料があるからです。一つ目は会社が明言する年間配当40円以上の絶対防衛ラインがあるため、下値不安が限定的であること。2つ目は約54億円の強烈な自社株買いと即時償却を実行し、1株の価値を高めていること。3つ目は不要な政策保有株式を計画的3年間で約84億円に売却し、成長投資や還元に回す姿勢が本物であること。4つ目は空売りが溜まっており、将来の買い戻し圧力、いわゆる踏み上げが期待できること。時期の減配はほぼ確実ですが、40円の最低配当保証と鉄壁の財務、そして需給の軽さを考えれば、今の株価水準は下値が硬く、押し目として少しずつ拾っていくには非常に面白い現場だと思います。まずは少しずつ配当をもらいながら長期で付き合っていく投資戦略が良さそうですね。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。